ゆっくり解説。12人のイカれる男だけじゃない。映画史に輝くヘンリー・フォンダ伝説の名演ランキングトップ10。皆さんこんにちは。ゆっくり解説のレイムです。よう、マリサだぜ。ねえマリサ、今日はハリウッドの古き良き時代を代表する、アメリカの良心って呼ばれた誠実な名優を特集してくれるって聞いたわ。もしかしてあの人かしら？お、レイム鋭いな。その通り、今回のテーマはヘンリー・フォンダだぜ。アメリカの良心という不動のパブリックイメージを確立し、昭和のテレビ洋画劇場で彼の映画を見て育った世代なら、誰もが知る大スターだ。やっぱり、彼の代表作といえば、なんといっても、12人のイカれる男よね。たった一人で真実を追求していく姿は、本当にかっこよかったわ。あれは映画史に残る傑作だ。だがな、彼の伝説はそれだけじゃないんだぜ。今回は善人のイメージを覆す衝撃の悪役から、キャリアの集大成となった感動の名演まで、彼の本当の魅力がわかる傑作をランキングで紹介していくからな。善人じゃないヘンリー・フォンダですって。それはすごく興味があるわ。第10位。ミスター・ロバーツ。1955年。いよいよトップ10の発表ね。記念すべき第10位は、どんな作品なのかしら？まず第10位にランクインしたのは、1955年の映画、ミスター・ロバーツだぜ。これは戦闘シーンのない、一隻の輸送船を舞台にしたちょっと変わった戦争映画なんだ。戦争映画なのに戦闘シーンがないの？なんだか面白そうね。ヘンリー・フォンダはどんな役を演じているの？彼が演じるのは、乗組員たちから絶大な信頼を寄せられる、人間味あふれるロバーツ中尉だ。この映画が特別なのはな、このロバーツという役が、もともと彼がブロードウェイの舞台で約3年間、なんと1000回以上も演じ続けた、まさに魂の役だったからなんだぜ。3年間で1000回以上。それはもう、役が乗り移っているレベルじゃない。きっと映画化にも並々ならぬ情熱を注いだんでしょうね。その通りだ。実際、映画の撮影中には、監督の巨匠ジョン・フォードと演出をめぐって激しく対立し、フォードがフォンダを殴り飛ばしたという逸話まであるんだ。結局フォードは病気を理由に途中降板し、後任の監督が作品を完成させた。それほど彼はこの役を愛していたんだな。映画では、若き日のジャック・レモンが演じるお調子者の少尉とのコミカルなやりとりや、艦長が大切にしているヤシの鉢植えをめぐる攻防がユーモラスに描かれるんだが、その結末はあまりにも衝撃的なんだぜ。衝撃的な結末。コメディタッチなんでしょ？ようやく念願の前線への転属が叶ったロバーツが、皮肉にも前線で、日本の特攻機の攻撃であっけなく戦死してしまうんだ。その死が、最後、仲間への手紙によって淡々と伝えられる。このユーモアからの突然の悲劇という対比が、戦争の虚しさを見る者に静かに、だが強烈に突きつけてくるんだぜ。だからこそ、この作品は彼の当たり役であると同時に、喜劇と悲劇を見事に体現した忘れられない名演なのさ。第9位。若き日の林間。1939年。第9位の発表ね。さっきはちょっと変わった戦争映画だったけど、次はどんな作品かしら？第9位は、1939年に公開された伝記映画の傑作、若き日の林間だぜ。この作品が特別なのは、なんといってもあの西部劇の神様、巨匠ジョン・フォード監督とヘンリー・フォンダが、初めてタッグを組んだ記念碑的な映画だからなんだ。ジョン・フォード監督と、それはすごいわね。リンカンって言うと、もちろんあのアメリカ大統領のことよね。だがこの映画は、有名な大統領時代じゃなく、彼がまだ弁護士として駆け出しだった青年期を描いているんだ。そして、ここでフォンダが体現した、ユーモアと正義感に溢れる若きリンカン像こそが、後々まで語り継がれる彼のアメリカの良心というパブリックイメージの、まさに原点になったんだぜ。この作品が原点なのね。役作りも大変だったんじゃないかしら？そうなんだ。彼はこの役のために付け花をするなど、外見から徹底的にリンカンになりきったんだ。そして、この映画の最大の見せ場は、
後半に待っている法廷劇のシーンだぜ。ある殺人事件で容疑者となった兄弟の弁護を引き受け、圧倒的に不利な状況の中から、たった一つの証言の矛盾を鮮やかについて、見事真犯人を暴き出すんだ。その弁護士としての姿が、息を飲むほどの名演なんだぜ。不利な状況からの大逆転劇、とっても見応えがありそうね。まさにその通りだぜ。この高潔で知的なリンカン役で大絶賛されたことで、ヘンリー・フォンダという俳優の誠実なイメージが決定づけられたんだ。だからこそ、巨匠との伝説的な名コンビの始まりであり、彼のその後の輝かしいキャリアの礎となった、絶対に外せない一本なのさ。第8位、間違えられた男、1956年。いよいよ第8位ね。今度はサスペンスの神様が登場するって聞いたけど、本当かしら？その通りだぜ。第8位は、サスペンスの神様アルフレッド・ヒッチコックが監督した、1956年の異色作、間違えられた男だ。ヘンリー・フォンダがヒッチコック作品に出演したのは、これが唯一なんだぜ。ヒッチコック監督。じゃあ、手に汗握るサスペンススリラーね。フォンダはどんな役を演じているの？彼が演じるのは、ある日突然、身に覚えのない強盗の罪で逮捕されてしまう、ごく平凡で善良な学士マニーだ。この映画の凄まじいところはな、これが1953年にニューヨークで実際に起きた冤罪事件を元にした、正真正銘のノンフィクションだってことなんだぜ。実はなの。フィクションじゃないなんて、それは怖すぎるわ。ああ、だからヒッチコックの他の作品とは全く雰囲気が違うんだ。映画の冒頭で監督自身が登場して、これは実話ですと、生真面目に語りかけるシーンはあまりにも有名だ。フォンダ演じるマニーは、目撃者の曖昧な記憶や、たまたま似ていた筆跡といった不確かな証拠だけで、じわじわと追い詰められていく。アリバイを証明しようにも、頼りの証人は亡くなっているという不運まで重なるんだ。聞いているだけで息が詰まりそう。支えてくれるはずの家族は大丈夫だったの？そこがこの事件の一番の悲劇なんだ。夫の無実を信じながらも、あまりの辛労で妻のローズは、精神を病んで入院してしまう。平凡な幸せが、たった一つの間違いで音を立てて崩壊していく様を、フォンダは静かながらも危機迫る名演で見事に表現しているんだ。正義の味方じゃない、無力な一市民が味わう底知れぬ恐怖を体現した。彼のキャリアの中でも忘れられない一本だぜ。第7位、未知への飛行、1964年。第7位はどんな作品なのかしら？アメリカの両親のイメージから、だんだんシリアスな役柄が増えてきたわね。その流れを決定づける一本だぜ。第7位は1964年の社会派サスペンス、未知への飛行だ。監督はなんと、12人のイカれる男のシドニー・ルメット。再びフォンダとタッグを組んで、今度は彼にアメリカ大統領という重責を担わせたんだ。あの監督とまた、しかも大統領役ですって、それは絶対に見逃せないわ。どんなお話なの？米ソ冷戦の真っ只中、コンピューターの誤作動で、アメリカの核爆撃機にモスクワを攻撃せよっていう命令が下ってしまうんだ。しかも一度出された命令は、もう誰にも止められない。この絶望的な状況で、全面核戦争を回避するために、フォンダ演じる大統領が苦渋の決断を迫られる、という物語だぜ。聞くだけで心臓が縮み上がりそう。同じ年に公開された博士の異常な愛情も核戦争の映画だったわよね。よく知ってるな。だが、あちらが痛烈なブラックコメディだったのに対して、こっちは一切のユーモアを排した、ドキュメンタリーのようにリアルでシリアスなのが特徴なんだ。物語のほとんどは、ホワイトハウスの地下司令室みたいな密室だけで展開される。そこで繰り広げられる息の詰まるようなやりとりの中で、フォンダは冷静ながらも苦悩に満ちた表情で、極限のリーダーシップを見せつけるんだぜ。一体、大統領はどんな決断を下したの？これこそが、映画史に残るあまりにも非情な結末だ。彼はソ連への誤爆という過ちの代償として、そして人類の破滅を避ける最後の手段として、自らの手で、アメリカ最大の都市、ニューヨークへの核爆撃を命じるんだ。
この救いのない決断を下す大統領の姿こそ、フォンダの真骨頂。彼の誠実なイメージがあるからこそ、その決断の重みと痛みが、見る者の胸に突き刺さるんだぜ。第6位、史上最大の作戦、1962年。オールスターキャストといえば、次の第6位もすごい映画だって聞いたわよ。ああ、映画史上これほど豪華な戦争映画はないだろうな。第6位は、1962年公開、3時間にも及ぶ戦争スペクタクルの金字塔。史上最大の作戦だぜ。タイトルがもう全てを物語っているわね。第二次世界大戦の有名なノルマンディー上陸作戦を描いた作品よね。その通りだ。この映画が他の戦争映画と一線を画すのは、特定の主人公を置かず、作戦決行に至るまでの連合軍と、それを迎え撃つドイツ軍、双方の視点を、ドキュメンタリーのように公平に描いている点なんだ。まさに作戦の全体像を壮大なスケールで描き切ったんだぜ。なるほど。だから歴史の教科書を読んでいるような臨場感があるのね。それにしても、キャストが本当に豪華なんでしょ？まさに空前絶後だな。ジョン・ウェインにロバート・ミッチャム、イギリスからはリチャード・バートンや、まだ若き日のショーン・コネリーまで、米英独仏のスターが国の垣根を越えて集結したんだ。まさに映画のお祭りだったんだぜ。豪華すぎてめまいがしそう。その中で、ヘンリー・フォンダはどんな役を演じたの？彼が演じたのは、上陸部隊の副師団長、セオドア・ルーズベルト・ジュニア准将だ。この人物、なんと第26代大統領セオドア・ルーズベルトの息子で、当時56歳という最高齢にもかかわらず、自ら志願して部隊の先頭に立ったという実在の英雄なんだぜ。彼の誠実なイメージに、これ以上ないほどぴったりの役どころだった。大勢のスターの中でも、その高潔な存在感は際立っていたぜ。まさにアメリカの良心を体現した名演だったのさ。第5位、ウエスタン、1968年。いよいよベスト5ね。ここまで誠実な役が続いてきたけど、まさか次は、悪役だったりして？そのまさかだぜ。第5位は、マカロニウエスタンの巨匠セルジオ・レオーネ監督が放った、1968年の不朽の名作、ウエスタンだ。ここでアメリカの良心は、映画史に刻まれる冷酷非情な殺し屋へと変貌を遂げるんだ。あのヘンリー・フォンダが殺し屋。信じられないわ。どんな悪役だったの？彼が演じたフランクという男はな、物語の冒頭で、邪魔になる一家を幼い子供まで含めて、眉一つ動かさずに皆殺しにするんだ。善人のイメージしかなかった観客は、あまりの衝撃に凍りついたそうだぜ。何せ、アメリカの良心と呼ばれた彼が、これほど冷酷非情な殺し屋を演じるのは、これがキャリアで初めてだったからな。子供まで、想像を絶するわ。役作りも相当だったんでしょうね。ああ、有名な逸話がある。撮影初日、フォンダは悪役らしく見せようと、茶色のコンタクトと口ひげで現場に現れた。だがレオーネ監督はすぐに外せと命じたんだ。君の、あの誠実な青い瞳を持った男が、平然と子供を撃ち殺すからこそ、観客は本当の恐怖を感じるんだってな。まさに彼のパブリックイメージを逆手に取った、天才的な演出だぜ。すごい話ね。善人の仮面をかぶった悪魔。ってことなのね。鳥肌が立ったわ。そして、その悪に立ち向かうのが、男が惚れる男。チャールズ・ブロンソン演じる寡黙なハーモニカ吹きだ。音楽の巨匠エンニオ・モリコーネの哀愁漂うテーマ曲が流れる中、二人が対峙するラストの決闘シーンは、まさに息を飲むほど美しい。この役は、彼がただの善人役者ではないことを全世界に証明した、伝説の悪役なんだぜ。第4位、荒野の決闘、1946年。第4位も、またあの伝説のコンビの作品なんですって？ああ、西部劇の歴史を語る上で絶対に外せない金字塔だぜ。第4位は、巨匠ジョン・フォードとヘンリー・フォンダが、再びタッグを組んだ1946年の傑作、荒野の決闘だ。今度は伝説の保安官、ワイアット・アープの物語だぜ。ワイアット・アープ、OK 牧場の決闘で有名な、あのヒーローね。きっと派手な銃撃戦が見物なんでしょうね。
それが面白いところでな、この映画は単なるドンパチのアクションじゃないんだ。むしろ、無法の街に少しずつ文明の光が灯っていく過程や、そこに生きる人々の心の機微を、史上豊かに描き出した人間ドラマなんだぜ。なんだか奥が深そうね。じゃあ、フォンダのワイアット・アープはどんな人物として描かれているの？弟を殺された復讐心に燃えながらも、決してそれを表に出さない、静かで気品のある保安官だ。特に有名なのが日曜日の朝のシーンだぜ。教会建設のためのダンスパーティーで、東部から来た美しい女性クレメンタインに誘われて、はにかみながら不器用に踊るんだ。その姿が、たまらなく人間味に溢れていてな。不器用だけど誠実なヒーロー像、なんだか目に浮かぶようだわ。まさにヘンリー・フォンダにぴったりね。その通りだぜ。さらにビクター・マチュア演じる、肺を病んで自暴自棄になっている親友毒掘り人の男の友情も、胸を熱くさせるんだ。銃の腕前だけでなく、人間としての気品や哀愁を描き出したからこそ、この作品はただの西部劇を超えた不朽の名作として、今も語り継がれているんだ。史上豊かって言葉が、これほど似合う西部劇もなかなかないぜ。第3位、怒りのぶどう、1940年。いよいよトップ3ね。第3位は、ヘンリー・フォンダのキャリアを語る上で絶対に外せない、社会派ドラマの金字塔が登場するそうよ。その通りだぜ。第3位は、1940年公開、ジョン・スタインベックの原作を巨匠ジョン・フォードが映画化した、怒りのぶどうだ。まさにアメリカ文学と映画の巨人ががっちり手を組んだ、歴史的な傑作だな。怒りのぶどう。タイトルからして強烈な印象ね。フォンダは一体どんな役を演じているの？彼が演じたのは、大恐慌時代の貧困と理不尽な社会に静かな怒りを燃やす、小作農の長男トム・ジョードだ。土地を追われた一家が、なけなしの希望を抱いてカリフォルニアを目指すんだが、その旅路はあまりにも過酷なんだ。この役こそ、彼の名を世界に知らしめた、伝説の始まりと言えるぜ。彼の出世作なのね。なんだか並々ならぬ気迫が伝わってくるようだわ。ああ、フォンダはこのトム・ジョード役を熱望するあまり、なんとスタジオとの7年もの長期契約を受け入れてまで役を勝ち取ったんだ。その魂の演技で、彼は初めてアカデミー主演男優賞にノミネートされたんだぜ。さらに撮影は市民権で知られる名手グレッグ・トーランド。誇り舞う大地を歩む一家の姿や、絶望的な状況下での人々の表情を、光と影を巧みに使った圧巻の映像美で、一家の絶望と、それでも失われない人間の尊厳を見事に描き切ったんだ。ただ悲しいだけじゃなくて、なんだか人間の力強さを感じる映画なのね。お母さんの存在感がすごいって聞いたことがあるわ。その通りだ。母親を演じたジェーン・ダーウェルは、この映画でアカデミー助演女優賞を受賞した。トムが家族と別れることを決意するシーンもそうだが、すべてを失いかけた一家を前に、子供たちを抱きしめ、未来への希望を語る彼女が語る、私たち民衆は生き続けるという、ラストの力強いセリフは、映画史に残る名言だ。この母親の姿を通して、どんな苦境にも屈しない人間の魂を描いたからこそ、この映画は今もなお、多くの人の心を打ち続けるんだぜ。第2位、12人の怒れる男、1957年。ついに第2位ね。これはもう、ヘンリー・フォンダといえばこの作品。っていうくらいの超有名作じゃないかしら？ああ、まさに彼の代名詞であり、映画史に燦然と輝く密室劇の最高傑作だ。第2位は、1957年の12人の怒れる男だぜ。この映画、実はフォンダ自身が制作も務めていて、たとえ一人でも、真実を追求し、公正な司法を守り抜くという、彼の俳優としての、そして人間としての信念が色濃く反映された一本なんだ。そうなのね。物語のほぼ全てが一つの部屋の中だけで進むのに、少しも退屈しないどころか、どんどん引き込まれていくのが本当にすごいのよね。まさにそこが、本作が伝説たるゆえんだな。父親殺しの罪に問われた少年の裁判で、11人の陪審員が有罪だと確信する中、
フォンダ演じる陪審員8番だけが合理的な疑いがあると無罪を主張する。彼の疑わしきは罰せずという法の理念を貫き、時に冷静な論理で、時に静かな人間的説得力で、たった一人で有罪の大きな流れに立ち向かうんだぜ。冷静で粘り強い説得には本当に痺れるわ。みんなが早く帰りたがっている中で、流れに逆らうのって、ものすごい勇気よね。まったくだぜ。監督のシドニー・ルメットはこれがデビュー作なんだが、一つの空間だけで息もつかせぬ緊張感を描き切った手腕は圧巻だ。特に、最後まで有罪を主張するリー・ジェイコップ演じる3番との、激しい対立は見物なんだぜ。あの人もすごかったわね。怒鳴り散らして。ああ、だがその怒りの根源が、事件とは無関係な、彼自身の息子との確執にあったと明らかになるクライマックスこそ、この映画の核心だ。これは単なる推理劇じゃない。人が人を裁くことの重さ、そして偏見を持たずに真実を見つめることの尊さを、たった一室の会話だけで描き切った奇跡のような名演なのさ。第1位、黄昏、1981年。とうとう来たわね。輝ける第1位。ヘンリー・フォンダの数ある名演の中で、頂点に立つのは一体どんな作品なのかしら？彼の俳優人生、その最後の輝きを焼き付けた一本だぜ。堂々の第1位は、1981年公開の黄昏だ。この作品で彼は、76歳にして悲願のアカデミー主演男優賞を、初めてその手にしたんだ。ついに、まさに優秀の美を飾ったのね。どんな役を演じたの？人生の黄昏を迎え、死の恐怖に怯える頑固で気難しい老教授ノーマン役だ。娘チェルシーとの間に横たわる長年の溝。そして愛する妻エセルにだけ見せる甘えや弱さ。彼の晩年の人生と感情の機微を、包み隠さず見事に演じ切ったんだ。この映画が特別なのはな、作中で長年確執のあった娘チェルシーを演じたのが、実の娘であるジェーン・フォンダだったからなんだ。彼女が父のために自ら映画化権を取得し、制作にも関わって実現した企画なんだぜ。実の親子が、確執のある親子を演じたの。それはもう、演技を超えた何かがありそうね。まさにそうなんだ。そして、そんな頑固な夫を優しく、そして力強く支える妻エセルを演じたのが、大女優キャサリン・ヘプバーンだ。彼女もこの作品で見事アカデミー主演女優賞を受賞。主演男女優賞のダブル受賞という快挙を成し遂げたんだぜ。伝説の名優たちが、スクリーン上で魂をぶつけ合っているのね。アカデミー賞の授賞式は、さぞ感動的だったでしょうね。ああ、だが、フォンダ本人は健康問題で授賞式を欠席していた。彼の代理として、悲願のオスカー像を受け取ったのは、娘のジェーン・フォンダだったんだ。その授賞式で、ジェーンは父に電話をかけ、父は病室でテレビを見ていて、泣いていたわと語ったという。映画の物語と現実の親子関係が重なり合う。まさに奇跡のような瞬間だったぜ。俳優人生の最後に、実の娘と共演し、最高の栄誉を手にしたヘンリー・フォンダ。これぞ伝説の名演にふさわしい、堂々の第1位だ。総評またはまとめ。こうして10作品を振り返ると、ヘンリー・フォンダという俳優さんのイメージがガラッと変わったわ。アメリカの両親っていう誠実なイメージだけじゃなくて、冷酷な殺し屋まで演じきってしまうなんて、本当にすごい役者さんだったのね。ああ、だがどんな役でも、その根底には人間の気高さや尊厳に対する深い眼差しがあった。だからこそ、彼の演技は時代を超えて俺たちの心を打つんだぜ。さて、みんなが選ぶヘンリー・フォンダの一本は何だったかな？あなたの心に最も残っている名演を、ぜひコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。